皆さんこんばんは。木曜日夜8時、機動戦士ガンダムの時間です。機動戦士ガンダムの機械の木を木に変えた機動戦士ガンダムを作っているので、木にとことんこだわっているってことで、木曜日に更新しています。毎回木曜日の夜8時にはプレミア公開として皆さんとチャットで楽しい時間を過ごしています。初見さんの方はぜひ木曜日の夜8時チェックしていただけると嬉しいです。前回はやっとコアファイターの機種の制作をスタートしました。コアファイターの機種まで制作に取り掛かったんで、全体の70% か 80% か、そのぐらいはいったかと思っているんですけども、なんせこの機種、このコアファイターの可変の部分の全てが詰まっているような箇所でして、かなり難航しています。今回は機種の左右とお腹の部分になるのかな、ここにエアインテークっていうなんでしょう、簡単に言えば吸気口みたいなもんだと思います。エンジンの冷却とか室内の換気とかそういう形じゃないですかね。そういうのも外気を取り入れるための口だと思います。それらを左右一つずつでお腹に一つを作っていきます。まずコックピット横の左右のエアインテークから作っていこうと思います。サイズだけ見ますと、大きなものじゃないんでささっと作れそうなもんなんですけども、スライドするコックピットになる機種ですか、これをですね、僕が逆台形というか底辺が狭まっているような、四角じゃないものにしてしまってるんですよね。ちょっとかっこいいかなと。簡単に言いますと、四角い箱から台形のものがスライドして出たり入ったりすると、そのスライドする隙間がですね、四角じゃなくてひし形になってるんですね。それに合わせた形にしなきゃいけないということで、ちょっと長方形ぐらいならさっと作れるんですけどね、やっぱひし形となるとやっぱりなかなか大変です。あともう皆さんご存知の通り、このガンダムは 12mm の構造用合板だけでできてます。ガンダムの B パーツ作ってる時はあんまり感じなかったんですけども、やっぱり合板なんでハリボテというか、中身スカスカで外部だけ見せてパッと大きなものは簡単とは言えないんですけど、作りやすく作っていけたんですけども、やっぱりコアファイター制作しだしてからやっぱりかなり細かくなってきたもんで、この 12mm っていう厚みがもう邪魔をしてくるケースが多々あってですね、これが一番大変です。あと僕のこだわりなんですけども、この合板の積層部分を見せない作り、簡単に言うとこの1層目だけを見せる作り、このこだわりというか縛りがですね、一つのパーツが小さいほど厄介になってくるんですよね。それだけこだわり抜いたものが一つできるとどやって思うんですけども、そういう苦労も楽しんではいるんですけども、かなり時間がかかってですね、本当はノー編集で全て見ていただきたいんですけども、さすがにそれはね苦痛だと思うんで、見ている方もささっと編集しながらなんですけど、一応苦労している、ここやばいなっていうのをちょっと感じながら見てもらえると嬉しいです。前回の機種パーツを作るときに出た端材で作っていきます。ここは木目をつながりを意識することはなく、単体のパーツなので、コアファイターでいう青い部分ですね、ここは。なので同じ合板から取れば変に違和感なく馴染むのかなと思い、でどんな柄の合板持ってきてもそうそうおかしくは映らないとは思うんですけどね。
深切りしているわけでもなく、合板を切れるだけの刃の深さにしているんで、安全は安全なんですけども、一応やっぱり刃の回転が止まるまでは丸ノコを動かさないっていうのが一番安全な使い方かなと思います。と僕のこの YouTube チャンネルはですね、100% 木工なんですけども、今題材がガンダムなんで、今 90% ぐらいの方が、ガンダムファンの方だと思うんですね。なのでこう木工のための木工好きの人のためのこうなんでしょう、ためになるっていうような、チャンネルでもないんでね、こう難しいところですねこれ。もともと喋りが下手なのと、誰に向けてこうナレーションを入れたらいいのか、何を喋ったらいいのか、いつも迷いながら声入れてます。後半の厚みを落としていきます。このね、木工でね、こんなに両面テープが大活躍するなんてね、もう最近知りました。これで 6mm の厚みの板に仕上がりました。最終の仕上がり寸法はですね、上が 10mm の下が 18mm にしなきゃいけないんですよ。ってことは次作るのは上が 4mm に対して下が 12mm の斜めの板を作る必要があるんですね。こういうのがやっぱり厄介になってくるんですよね。そしてこの合板の1層目を外部に持ってくるように削らなきゃいけないんですよ。もう毎度のことなんで、もう今更なんですけどね。いつからこうこだわるようになったんですかね。ガンダムの足作っとる時はそこまでね思ってなかったと思うんですけどね。上下2回丸のこの刃を入れても届かないんですけど、できるだけ深く刃を入れてやります。あとは手で切っていきます。僕の使っている囚人丸の子はですね、刃が100パイなんですよ。今基本的125やと思うんで、一回りちっちゃくてですね、いわゆる普通の丸の子165の刃がつく丸の子を使えばいいんですけど、囚人じゃないんで、粉がねこのスタジオ内にね飛ぶので、あんまり使いたくなくて、こうやって最後は手で切ってます。
まあ大まかに切れたんで、あとはベルトサンダーで綺麗に仕上げていきます。いや、先ほどのベルトサンダーはね、本当に使い勝手が良くてですね、あれは本当におすすめです。どこのホームセンターにも売ってると思います。だいたいいい寸法いったんで、仮に当てていきます。この合板の1層分ぐらい段差をつけたかったんで、今ちょうどいい感じになって、これで OK かと思います。この小さいエアインテークなんですけど、裏に一つ細工が必要です。スライドするこのコックピットの機種なんですけども、この前向いてスライドさせた時にこのエアインテークに引っかかってですね、ここでストップさせるように、そういう構造を裏に彫り込んでいきます。ある一定まで水を掘ってですね、途中で止めるっていう、ただそれだけのことです。まだ溝の深さが足りないんで、表に出ない程度に掘っていきます。大工20年はやってきてるんですけどね、こうやって合板をね、のみでね、ないですね、こんなこと。あったかな。水はこれなんで、次の工程に入っていきます。
次は見付けを積層1枚分だけにします。正面から積層部分が見えないように薄くしていきます。後半の積層の1層目、2ミリぐらいを残して切っていきます。油断しちゃうとね、切っちゃうんでね、しっかり見ながら切っていきます。ここでようやく2枚を1枚にしていきます。先ほどのパーツの上下の小口隠しのパーツを作っていきます。こいつを貼り付けたら、小口を隠すのと同時に、奥行きのある箱になります。これで一旦ボンドを乾くのを待ちます。いつも使っているこのタイトボンドですね。もう乾く時間も早いんでね、30分ぐらいでね、もうしっかりとします。ホッパーを5ミリほどに裂いていきます。
一度同じようなものを作ったことがあるんですけど、わかりますかね。コアファイター後部のジェットエンジンノズルの奥の柄ですね。このエアインテークの、吸気口の奥の柄に、こいつ採用したら、おしゃれかなと思って、作ってみました。あえてこの合板の積層を見せるっていうアイデアはですね、初めて採用したのはガンダムのこの膝パッドのわかりますかね。あそこにチラッとあるんですよ。そこに初めて合板の積層をあえて見せるような形にしたらすごいかっこよかったんで、僕の中で、それからちょいちょい取り入れてますね。今合板の積層が見えとる部分は隠すのがめんどくさくて隠してないんじゃなくて、ただ本当にいいなと思って見せとる部分ですね。もしよかったらガンダムの膝の部分一回確認してみてください。いや、みんな太ももがかっこええって言うんですけど、僕膝の前のところかっこええと思うんですけどね、ガンダムの。あんだけ大きく作ってこんだけしか使わないってね、またどっかで使う機会があるでしょう。ボンドが乾いたんで、貼り合わせたところを調整していきます。この合板の一層目を切り落としたところなんですけども、本当に弱いんですよね。パリパリっともう取れちゃうんですよ。先端を斜めに切り落としてみました。いやー、これもね、やるかやるまいか迷ったんですけどね、ここで事故起こしたくないんで、けどなんとかうまい感じにできました。正直こうやってちょっと斜めにしてもしなくてもわからないぐらいなんですけども、ディティールアップにと思って、信じてやりました。多分わかんないと思います。
中に放り込む前にサンディングしました。基本的に毎度180番からやって400番で終わりって感じですね。何も貼らなくても今の時点で積層は縦に並んでるんで、これでも良かったんかもしれないんですけど、僕はこの積層を横目に流したかったんで、作ったんです。何もしなくても良かったのか、これをつけた方がかっこいいのか、はたまた小口隠しのただの1枚を貼ればもっとかっこいいのか、これはちょっと分かんないですけどね。僕はこれがいいかなと思ってこうしました。もう一つワンポイント細工しました。いやー本当に細かい。でもですね、まだランディングギアとコックピットが残ってるんでね、これはちょっとワクワクしますよね。ちょうど中央にワンポイントアクセント入れてみました。どうなのかな、ちょっとここら辺はよくわかんないですね。
一旦これでこいつは完成です。取り付けの際の細工がまだ必要なんですけども、まあこれで一旦次のパーツに進んでいきます。後半戦スタートです。先ほどはこの両サイドのエアインテークだったんですけども、今からはこの底の部分ですね。ここのエアインテーク一つ作っていきます。先ほどの端材から取っていきます。小さい部品切るときはね、飛んでいかないようにね、いろいろ工夫しながら、切っていきます。45度以上のね、鋭角はね、こうやって物を立てて、そしたらもう切っていけるんでね、いくらでも。ノコが切りたいところの深さまで届かないんでね、これはもうどうしても手で切るしかないですね。もう一つね、大きな丸ノコ欲しいですね。
これで吸気口を入り口に向けて鋭角にできました。これもね、少し僕が台形にしてしまっているので45度以上の角度になってしまうので、もう手で切りました。もうクランプで挟んどけるような大きさじゃないんで、もう両面テープで固定して、切ったんですけどもね、もうちょっとなんかこういい方法、いい固定の仕方ってあるんですかね。あとはカンナで削って整えていきます。これもね、なんか手で持たずにね、こう台になんか固定してとかできたらいいんですけどね。なんかありますかね、固定の仕方。丸ノコ1本切り墨を入れてみました。このエアインテークの下刃ですか、少しねちょっと曲線に見せたいんで、ちょっとこういう細工をしました。それでいつもの得意のやつを使います。少し濡らして、いつものアイロンで、スチームをオンにして、蒸らして、無理やり曲げていきました。暑いんでね、皆さんは軍手ぐらいしてください。本当に気を曲げるときに、アイロンかけるときは軍手してください。危ないです。少し曲線を帯びたんで、もうボンドをしっかり塗って、形かたどって一晩置きました。ちょっと分かりにくいんですけど見えますかね。
曲げたというか無理やり折ったみたいな感じですけど、これでボンドが乾けばしっかり固定されると思います。これでしっかり固定されたら成功ですね。ちょっと分かりにくいんですけども、曲がったというか、しっかり折れたというか、成功です。もう丸のこの切り欠き分だけ曲がってついたみたいな形ですね。これでもう戻っていかないと思うんで、これで成功です。これで表面サンディングすればもう少し折れたというより曲がったような雰囲気になると思います。こう少し曲げたんですけど、曲げたことによってこの次ついてくるところがまた厄介なんですよね。あとはカンナーやのみを使って微調整していきます。なかなかいい感じにいきました。どうでしょうか。こいつも例外なく先端を尖らしていきます。これで大まかなパーツはできたんで、全て仕上げていきます。
早速組んでいきます。組んでいく時の注意点というかポイントは、線と線を合わせていくのは当然なんですけども、このパーツとのつながりのところの角度がですねしっかりと出てないとですね、やっぱりこういびつな形になっちゃうと言いますか、基本僕の手でやっているんで、精度はもうねそんなに高精度ではないと思うんで、機械のようにならないので、切った断面と断面合わせてしっかりとした形になればいいんですけども、その角度を信じすぎずと言いますか、全体的なバランスが崩れないように見ていくのも大切です。どんないびつな形のものでも、半分に割ってしまえば左右対称なんで、そこをしっかり見ていくっていう形ですね。あと自分に言い聞かせてるのは、慌てるなっていうことですね。もう昔からなんですけど、このボンドの扱いというか塗布するのがすごい苦手でですね、はみ出たボンドを拭きに行ったら違うとこがついたりとかですね、なんかもうね僕一点集中型の性格してるんでね、これ苦手なんですよね。全体を把握する能力が皆無ですねこれ。これで一旦組み上がりました。どうですかこのフォルム。皆さんのコアファイターのエアインテークと見比べてみてください。これちょっとなんかわからんすけどかっこよくないですか。とても合板だけでできたとは思えないような仕上がりになったかなと思います。これで終わりでもよかったんですけども、この口の中ですね、内部を合板の積層部分を消していきます。この合板の1層目だけを剥ぎ取るとですね、縦方向に簡単にパリパリっと取れてしまうので、このマスキングテープを表面に貼ってですね、保護というかこれで細工していきます。もうこんだけ薄い板ですと、切断するのにも普通の手のこじゃもうアサリが邪魔をするんで、こういうデザインナイフで十分です。でも最後にですね、コックピット内部を作るときですね、大工道具よりもプラモデル組み立てる時の道具ですか、そういうのがあればもっとなんかいいのかなと思いますね。皆さんもしよかったらおすすめの道具とか、売っとる場所サイトとか教えていただけると助かります。この合板の1層目を剥ぎ取って貼り付ける作業もですね、もうだいぶ慣れてきましたね。大工しとる時は使ったことなかったんですけども、この間大阪の店舗工事している時に、家具をいろいろ作ったんですけども、その時にいろんな合板の小口を隠す時にですね、こういうことをせずに小口テープってやつを使いました。いろんな木の種類もあって、幅もいろいろまちまちありまして、本当は一般的にそれを使うんですよね。でもこのガンダムは本当に合板縛りっていう、なるべく合板だけよっていうことなんで、こういう作りをしているんですけども、出来上がったものを見ると、そんなことしてるとは思えないでしょうね。この広い面も貼っていきます。これはね、中向いてすぼんでいるんでね、少し斜めにサイド取ってるんですよね。隙間なくはまるとこういうのでも気持ちいいですよね。
ボンドを乾かしている間に口の一番奥ですね、そこに取り付けるパーツを作っていきます。最後にこれを取り付けて完成です。結局影になるんで、そんなに分かんないんですけど、これがあることによって全体的に引き締まったのかどうなのか、ない方がいいのかちょっとよく分かんないんですけども、とても合板だけでできたとは思えないような感じになりました。機種に取り付くには取り付くんですけども、お腹の腹の下の方なんで、そう目立つような部品ではないんですけども、かなりいいディティールに仕上がったのかなと思います。久しぶりの登場ですね。ジョイントカッターという機械です。木同士を接合する際にビスケットと呼ばれる木製の部品を埋め込むんですよね。そのための溝を掘る機械です。このビスケットの利点、ダボ継ぎよりいい点は、この位置がしっかりと決められるっていうことと、ビスケットっていう木の部品なんですけども、これがブナの圧縮材なんですね。そいつがボンドの水分を吸ってですね、少し膨らむんですね。そういう点がダボよりも簡単で、強度も強いっていう感じです。こいつがビスケットです。こいつをしっかりボンドを塗って取り付けていきます。確かガンダム B パーツでも1箇所だけ登場したと思います。ガンダムのへそあたりのとこですね。耐熱フィルターが出るとこですね。わかりますかね。
いい位置でしっかりと取り付けられました。フラットに取り付けるよりもここで1段、2ミリないぐらいの段差がちょっと欲しかったんですよね。いい感じに取り付けられたと思います。1つ目のエアインテーク取り付け完了です。このディティールどうですかね。かなりいい感じだと思います。底辺が短い逆台形にしたところも、下部を少し R にしたところも、縁の中を少しすぼめたところも、後半の積層部分を見せたところも全ていい感じに収まっとると思います。いや、これは自分を褒めていいんじゃないですかね。成功ですね。最初に作った左右のエアインテークを取り付けていきます。こいつはもうダボ付きしか無理なんでスペースがないので、ダボでつないでいきます。このダボ穴なんですけども、この後半の積層部分に穴開けるのは本当に難しいもんですね。本当しっかり中央出ないですし、この切断面が斜めなので余計まっすぐに揉めないと言いますか、これは本当に難しいですね。何かいいジグがあったりするんでしょうかね。ここはね、難しいです。やっぱり少しずれてしまいました。もう片方の方で、調整できる範囲なので、よしとします。やっぱこの積層の目にとらわれてですね、やっぱり逃げていくんですね、このドリル先が。これはね、やっぱ難しいです。ダボ継ぎなんですけども、結局ボンドでつけるんで、1決めと言いますか、ボンドプラスアルファっていうぐらいですかね。この左右のインテークは最後の最後に取り付けとなります。こいつを本決めしてしまうとですね、このスライドする機種の方が取り出せなくなるので、コックピット内部を全て作ってから最後の最後に取り付けて完成となる予定です。では最後に今回作ったパーツを、仮なんですけども組み合わせて最後にします。
このインテーク、1パーツなんですけども、つけたら一気に引き締まった感じがします。ほんの少し曲線にしたことによってやっぱり印象が変わっているかと思います。両サイドのインテーク、この中をね、後半の積層を見せたことによって強調しすぎてしまうのかなとは心配はしていたんですけど、いいんじゃないでしょうか。今回はこのインテークだけの動画になってしまいました。選手の先端まではいけるかなとは思ったんですけども、もうこの2つだけでこの時間ですからね。次は先端とキャノピーぐらいかな、できたらいいかなと思っています。そして最後にお待ちかね、皆さん期待大のコックピット内を最後に作っていこうと思います。ぜひコックピット内が見えるアニメの場面や資料なんか知っている方いたらコメントでどんどんいただけるとありがたいです。今回は AI インテークの制作ということで、あんまり進行具合は進んでないと言いますか、ちょっとじらされた感はあるかなとは思うんですけども、楽しんでいただけたでしょうか。コアファイターも残りあと少しです。ドッキングライブまでなんとか頑張って制作していきますので、どうかお楽しみにしていてください。今回も長い動画になってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたどこかの木曜日にお会いしましょう。どうもありがとうございました。Perfect.